おはようございます。たかしです。本日は6月7日金曜日、ただいま8時16分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。昨日日足は陰線ですね。その前の日が大きめの陽線、そして昨日は陰線というところで、ちょっと上げ渋っている感がありますね。基本的には GMMA の青帯上向きで、ここのところの動きを見てもずっと上昇トレンドなんではあるんですが、ここ1週間ほどの動き、結構ね、動き激しく動いてますよね。上がったり下がったりというちょっと激しい動きになっております。現在はちょっと方向感がなくなってきたのかなというところですね。もう一度深く入ってくる、この白いトレンドラインぐらいまで下落してくる可能性もありますし、今赤いラインから反発しておりますので、ここから上昇していく可能性もありますので、それが本日どちらに動くのかっていうところを見ておきたいですね。もし下落してきた場合はこのあたりですね、195円とかそのあたりまで下落する可能性があります。上昇してきた場合はまずは 200.5、この直近の高値を目指していって、そこを超えてくると次は202円ぐらいがターゲットになってきます。では4時間足です。4時間足はじりじりと安値を更新してきてますね。安値を更新、そして高値も切り下げてきてますので、小さく下落トレンドを作ってきているところですね。その下落トレンドの現在は高値圏ですよね。ここからさらに下落に戻っていけるのかどうかっていうところを見ております。調整の上昇からの下落になるのか、それともここからさらに上昇していくのか。日足は上昇トレンド中ですので、ここから上昇していってもおかしくないんですが、今はそれがどちらになるのかなというところでの揉み合いの最中ですね。今は黄色のボックスを描いております。昨日はこのボックスのセンターライン、この黄色い点線ですね。そこで上値を抑えられて、ここで1時間足ではダブルトップみたいな形になって、現在は下落中。なので、この黄色のボックス下抜けてくると、再び緑のゾーンぐらいまで、198円ぐらいまで下落していくと考えますし、この緑のゾーンを下抜けると結構大きめに下落していきますので、その辺の動きには期待ができます。ただし、現在はこのボックスの中の下限付近にありますので、本日はここから上昇する可能性は考えておきたいですね。もちろん下落トレンド中ですので、その下落トレンドの上昇からの次下落に転換するポイントにありますので、ここから下落していく可能性はあるんですが、現在はレンジの下限にありますので、ここから反発上昇して再びレンジ上限を目指す可能性も考えておきたいです。なので本日はこのレンジの下限を下抜けるのか、それともここで反発上昇するのかというところを見ておくとトレードが分かりやすいと思います。では1時間足です。昨日 X に投稿したんですが、こういうエリオット波動をイメージしておりました。このエリオット波動がいつ終わるのかというところを投稿したんですね。で、結局ここ、ちょうどこの投稿したタイミングからの下落になって、現在はじりじりとそこから下落してきておりますね。ここで下げ止まって上昇するのか、それともここでダブルトップみたいになってるんですよね。ダブルトップからのここ下落になっていくのか、それとも今先ほどはレンジと言いましたよね。このレンジの黄色の枠の中のレンジですね。この中、そしてその下限っていうのが今この黄色のゾーンを描いてますが、ここからの反発になるのかどうか。反発してきた場合は、この黄色の点線、昨日の高値付近が再び意識されますので、まずは大枠ではこの黄色のボックス、この黄色のゾーンで挟まれたこの大きなボックスですね。そしてその中で小さく昨日のこの高値付近の黄色の点線、そして現在地付近の黄色のゾーン、この間でのレンジと考えておくとトレードが分かりやすいと思いますので、まずは現在はレンジの下限にありますので、ここからの反発上昇をイメージしておきたいです。もちろんこの黄色のゾーンを下抜ければ先ほど言っていた緑のゾーンぐらいまで下落する可能性が出てきますので、下抜けた場合は緑のゾーン付近までの下落の流れに乗っていく。そして現在地付近から反発した場合はまずは黄色の点線、そしてこの黄色の点線を上抜けると今度は緑のボックスの上限までという、そんな感じの動きを想定しておくといいと思います。なのでエントリーのタイミングとしては上がってくれば戻り売りができますので、まずこの黄色の点線付近ですね、ここにアラートを仕掛けておく。そしてここに来ればここからのプライスアクションを確認するですね。ここで反発すれば下落方向へのトレード、ここを上抜けてくれば上昇方向へのトレードという風に、この黄色の点線、そして現在地付近、そしてこの赤ライン付近、この辺にアラートを仕掛けておくといいのかなと思います。トレーディングビューでは無料でアラート機能が使えますので、よかったらトレーディングビューまだ使われていない方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらから無料登録をしてご利用ください。
ではドル円の冷やしを見ていきましょう。こちらも同じですね。形は一緒なんです。一昨日は強めの陽線、そして昨日は陰線ですので、ここから下落するのか上昇するのかが分かりにくいところ、ちょっと迷っている感じですよね。基本的には GMMA の青帯、上向きで上昇トレンド中です。そして白いトレンドライン、これ過去から反発してきているこのラインですね。なので現在地付近っていうのは冷やし単位で反発しやすいところでもあります。逆にここズドンと下抜けると大きく下落しますので、まずは152円ぐらいまでの下落を考えておきたい。で、ここでサポートされると直近の高値158円付近までの上昇が考えられます。では4時間足です。これ一昨日に描いた図をそのまま残しているんですが、結局この GMMA の青帯、これがこのイメージなんですね。GMMA の青帯がこんな感じで下がってくれば、そこから反発の下落をしていくだろうという、そういう動き方を想定した図なんですが、ここまで下がってくるかどうかはわかりませんが、一旦現在地付近では下落方向に動きやすいところですよという、そういうイメージでした。結局ここで昨日、一昨日とかけてここでダブルトップを今作っているんですよね。このダブルトップからの下落になるのであれば、直近の安値の 154.5 付近まで下がっていくでしょうし、このダブルトップが失敗するのであれば、ここでのレンジですね。ポンド円に描いたみたいなこんなレンジになってくると思いますので、その辺の動きを見ておきたいですね。ストキャスティクスはもう少し下げ落ちがあるので、本日も上値が重くなるだろうという想定です。逆にこの高値、このピンクのライン付近になりますが、156.5 付近を明確に上抜けてくると、次は158円を目指していきますので、その辺の動きに注目です。では1時間足です。1時間足は完全に方向性をなくしておりますね。GMMA の青帯は横ばいですので、レンジです。昨日の高値、安値を意識しておく。ここでのボックスですね。先ほど言った。ざっくりとですが、こんな感じ。このボックスを意識しておいて、その上限下限での動きを考えておくと、トレードがやりやすいと思います。上抜ければ158円までの上昇、下抜ければ 154.5 までの下落をイメージしておくと、本日トレードどこでエントリーしてどちら方向にトレードしていくのかっていうのが明確になってくると思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中のご登録をお勧めします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。